最高だ。本当にこのボリュームがすごいですよ。はい、ください。すごいです。孤独のグルメ、松重さんすごい好きで。うわ、めちゃくちゃうまそう。よいしょ。あ、本当。こまでが。一番は値段とボリュームと味のバランスですよ。例えばも大丈夫で。ああ、よかったな。朝からも大丈夫で。ああ、よかったな。はい。でも雨だったべ。雨だった。福島空港に。こちらって今何を作って？サラダを作るためのじゃがいも。じゃがいもを圧力鍋じゃないと時間かかっちゃうので、あと壊れちゃうので圧力鍋で、はい。でそれをこう潰してマカロニと人参ときゅうりを混ぜる。まあ定食のつけ添えですよね。はい。お店は今何年ぐらいになるんですか？私始めてからは7、8年かな。店自体は50年前後ぐらい。社長さんの前はどういう仕事が？もともとうちお菓子屋なんですよ。でうちの父が今なんだかわかんないけど食堂を始めちゃってで食堂を始めて、その後うちの兄がやって、うちの兄がやっぱ病気で亡くなったんで、それで、ちょうど震災のぐらいです。そうですか。はい。ただその兄が病気してできなかったんですけど、店に立てなかったんですけど、いろんなことを教えられたんで、それお店のはいはいことですか？はい。それでまあ小さい頃からこの蕎麦屋やってたんで手伝ってはいたので、結構鍋振りとかなんかはできてたんですよ。で味付けなんていうのはうちの兄に味を見てもらいながら覚えて、だからこの店の味っていうのはうちの兄が作った味なんです。この味は俺の味じゃない、うちの兄貴の味です。そうなんですね。価格設定とか大事なんじゃないですか。そういうのも全て兄貴がやったやつをただそのままスライドさせてるだけなので、もう3、4年ぐらい前かな亡くなりましたけど、やっぱりうちの兄、
くなった時はひどかったですね。今までのアドバイスしてる人がいなくなっちゃったから、結構試行錯誤やっても分かるんですよ。だから本当にちょっときつかったですね。そうですか。味が落ちんじゃねえかと思って不安になりながらやってましたね、あの時は。実際になんかお客様からこう言われたことはありますか？例えば味についてとか。ありますよ。やっぱり薄くなったのが濃くなったのが同じ味じゃなかったっていうことは言われることありますよ。それでも私自身が大体これがうちの兄貴の味だろうと思ってやってるんですもうそれしかない。そうですか。今日平日ですけど、お客様はどんな方が多いんですか？そうですね、やっぱり働いてる方が多いですよね。それとやっぱり土日になるとやっぱ家族連れの方が多いですね。やっぱり雑誌があるので、その雑誌を求めておいでになるお客様いますよね。小さいお子さんとかいる方は雑誌を求めておいでになる方いるんですが、なかなか開かない雑誌が申し訳ないなと思うんですけど、こればっかりはしょうがない。そうですね。本当申し訳ないなと思うんですけども。やばいかもしれない。まあいいや。明日もまでやけど、金曜日がやばいかもしれない。お店で人気なメニューっていうとどういうものがよく見ますか？うちはやっぱり焼肉定食ですね。味噌をベースにしたタレを使ってるので、それを使ってるものはやっぱり人気ありますよね。まあうちの兄が確立したんですけど、他では多分使ってないかな。うちでこうブレンドしてるので、そうなんですね。タレをもう焼肉が3割ぐらいは出るかな。あとそれに伴ってもつ焼き定食とか特製焼肉っていうのもそうされてたんですけど、そっちにやっぱり人気がありますよね。特製っていうのはどういう違いがあるんですか？これちょっとなってみたんです焼肉はこういうバラ肉使ってるんですけど、これはちょっといろいろ入っちゃってあります、こういうバラ肉使ってるんですけど、特製はこういうロースをつぼんとロースのその違いですね。そうですか。スープはどんなもので取ってるんですか？あれですよ、げんこつ、鶏ガラ、ネギと生姜とニンニク、本当シンプルな、結局はこのスープで麺だけじゃなくてもつを煮込んだりカレーを取ったりとかいうのもあるので、奇抜なものがなくて、なんか本当にシンプルですよね。しりとり一斗缶でできてるの。あ、そうですね。素敵ですね。初めて見ました。あ、そうなんですか。はい。どういうものなんですか。これあんこが入ってるんですけど、こうやってあれやってるんですね。この辺の名物なんです。これ昔からなんです。前はお菓子屋さんだったから駅前で、こっち食堂をやりながら生菓子とかいろいろ作ってたんです。昔
粒あんとかこしあんとかこしあんです。お土産で買っていかれる。結構ね、土日は結構売れますね。あとバラもありますから、1枚とか多いですね。2枚なんて言って買える。松重さんもここで食べて、ご飯食べて、最後にここで食べたんですよね。これ1個食べてみて。ああ、すみません、ありがとうございます。あと、じゃあ私も仕事あるから。わかりました。どうぞ。すみません。あれだったら。ありがとうございます。あれだけかい、庭石とかあれだけ。それだけ。あれだけ。まあ座って冷たかったら。冷たかった、この間。俺座ったら。開け方。でも気持ちいいわ、今はいい、暑いから。いや、一番喜ぶしてきた。こちらも餃子やられてますよね。やってます。作っていらっしゃるんですか。そうですよね。もう大変ですよね。うちの父はお菓子屋だったんで、そういう包むことは得意だったんですね。で、うちの父は結構作ってたんですけど、私はとてもじゃないけど。手間もね、相当かかりますもんね。で、それだけの数出るかと出ないじゃないですか。ちょっと効率も良くないし、無駄にする部分も多いんで、その代わりはお客さんにびっくりされたんですけど、メンバーってうちの兄に言われて、自分のとこで味付けするもんだって最初からそう思ってたんですよ。そしたら、メンバーあんた自分で作ってとか言われた時は、自分で作るもんじゃないんですかって言ったら、今味付けメンバーが大体いたぞ今って。今もう大体出来合いものが結構いろいろありますから。それがうまいのね。展示会来て食ったけど、あんたうまく作りすぎださ。よくできてますよね。本当に。いや、それに対抗するためには自分のとこで作ってるなんて自慢できないですね。よっぽどうまく作らないと。お客さんもね、安全なものだったら別に構わないわけだから。でもまあそういうのは使わないんですか。メンバーも味付けやらないで自分のとこで、やっぱりそうするとね、安く提供できますし、やっぱり倍近くしますからね。だから基本的には自分のとこで、例えば冷やしのタレだろうがチャーシューだろうがなんだろうがしてるっていうか、兄がやってたんで俺は真似してるだけです。材料も高騰してるかと思うんですけど。してますね。きついっす。本当にきついっす。材料が上がんない月がないですね。メニューの価格はどうしたんですか。今年1月に上げました。今までは 5% ぐらい上げてたんですが、今回は申し訳ないですけど 10% 上げさせてもらいました。こちらお客さん、なんだやっと上げたないっていつ上がんのかと思ってたのに。じゃあ俺キャベツ切ってくる。手順さんも結構。すごい量ですね。そうなんですよね。サラダなんていうのかな、目的で目当てで来るお客さんも、サラダだけくださいとか。そういうのもできるんですか。できます。すごいですよね。よそのはやっぱもういろいろなんていうの出来合いだと化学調味料とか、これは一切何も本当マヨネーズと食塩だけなんで。そうですよね。今度これ粉ついてからやるんだよ。あ、やっぱそうだったんだ。そう。だからそんなに入ったなと思って。濡れても大丈夫。それにしたの。関係ね。してみかい。いや、すごい美味しそうですよね。もうなんか匂いだけでも美味しそうで。ねえくなっちゃうんだからね、これ。よし、いいか。定食には大体つくんですか。定食っていうか、とんかつとか焼肉とか、そういうのにはみんなつきます。もずでもなんでも、特製にもみんな。あ、だい、野菜炒めとかそういうのはつかないから。ああ、そうですか。マヨネーズの具合はどうでした？バッチリ。あ、そうだった。
だからそこは経験をもう言うんだよ。そう、あんまし少ないと、なんかね、まだ技みがない。悪いの。そんなに固まっちゃうしね。大事が置くからそう、固まっちゃうんだよ。1日大きいざる、平日でも2つは使いますので、もう日曜日だともう軽く3つは。あと混ぜるだけになってます。はい。私あれが人参とタレの具合。ああ、してないのね。うん、まだ出してない。皆さんも長いんですか？長いです。超ベテランです。超ベテラン。はい。もう私らの足元にも及びました。すごくチームワークがいいですね。チームワークよく願ったな。やってくれ。そうですね。そうだね。みんながいいから。あそこがいいか。いいかね。キャベツ少々ごとに多分配布とかあるんじゃないですか。あ、そういう限定的ね。愛知今やられるじゃないですか。キャベツが上がるって言ってましたね。梅雨の時期は確かに上がるって。昔私市場に直接行ってたんですよ。市場の人が「お前大変だべ」って言われて、大変だって言って今の八百屋さんを紹介してくれたんですよ。往復1時間ですから、市場行く時は朝4時半とかに出てたから、今週2回来てもらってるんですよ。いや助かりますよ。いや朝4時に起きて4時半に出て仕込み始まるとヘロヘロになりますもん、やっぱり。そうね。量もすごいですもんね。そうですね、やっぱりね、俺は自分うちの量しか分かんないんですけど、これが普通だと思ってますけど、やっぱり他の人から見ると多いって言われますよね。どのぐらい炊くんですか、ご飯は。2升5合大体8回9回、1週間に30キロの米を6本使います。大体特に半たらっていうやつを大体6本ぐらい1週間に180キロぐらいですね。おかげさまでそれだけ定食が出るので、ありがたいっちゃありがたいです。教えてください。いいかい？中でお待ちください。すいません、お客さん、中でお待ちください。中いいですから、あげますから、どうぞ。中でお待ちください。いえいえ。あれ、もしあれだったら近くに車止めて、近くに車寄せた方がよろしいんじゃないですか。あ、そうですか。はい、どうぞ。あ、どうぞ。すみません。中でお待ちください。すみません。足悪いお客さん先に入れますんで。これ中開けますから。すみません。はい、どうもありがとうございます。すいません、お待たせしちゃって申し訳ありません。申し訳ないです。炒めようはあのまま使っていいんですか？あれ、ただ焼肉と和風オイルに使うやつなんですね。和風オイルっていうのはどういうものなんですか？肉をこれが焼肉のタレなんですけど、和風オイルはポン酢につけて食べていただけるので、はい、で夏はさっぱりです、はい、孤独のグルメでこう紹介されてから出るようになったんです。私上ばっかり見てた。あっぱい？うん、あった。冷やしの具ねえ、きむちゃん、冷やしの具は多分ない。って他人事のように言わないでよ。千葉で無名なひまわり木ゼロって芸人なんだよ。わかんねえ。ちょっとすみません、勉強不足で。芸能生活やから待ってるの。
そうなんですね。ちょっとあんた名刺ねえの？あ、はい、あります。終わってからはい。まあさっき俺の先やから私こういう人なの。千葉で無名で有名なひまわりムクゼロって芸名。あ、そうなんですね。これムクゼロってこれ羽子枝の豆で、この福島坊主っていうのは避難民の苦しみ悲しみを大声で荒声でマイク持ちながら今だ12年経っても帰れないこの苦しみをこの歌に込めて私の名前で検索すると芸能生活見れますから。このハンライスハムソース。味薄味。はい。最後です。じゃあ味のとこです。それやってくれる？そしたら。はい、了解です。吉田さん、味噌汁お願いしたっていい？これもう一度いい？はい。焼き肉のご飯ちょうだい。お後焼きです。半身だけで OK ですか？ OK。はい。これを楽しめて千葉からこれは本当に食べ応えありますね。食べ応え。カツ丼のハンライスです。すみません。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。
ラーメン入れてみてください。はい、了解です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すいません、お先ラーメンです。すいません。どうも。お願いします。炊いて、このまま断面いってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お味はいかがですか？最高だ。本当にこのボリュームがすごいですよ。すごいですね。味もぴったり。ごめんなさい。すいません、小麦行きましょう。あれ大盛りは一つあんだよね。大盛り一個あったっけ？大盛りは味噌だよ。後だよ。後が大盛りは。そうそう大盛り。はい、了解。そうか。吉田さん。はい。はい。もやし OK。はい、了解です。あとナスピーマンあげてもらっていい？はい。すいません。水野さん行ってくれる？了解です。
胡椒がもうめっちゃ多いかも。すいません、お後お湯もらっていいですか？はい、はい。どうぞ。味しかわからない。焼肉2枚こっちもつけてくれる？はい。すいません。最初波だっけ？波だね。お後焼き味噌五目です。はい、ついて。はい。はい。すみません、お先味噌タンメン。はい。美味しそうですね。焼肉定食です。すごいですね。両方も。福田さん、はい、麺行きましょうか。お後焼きおかず大盛り半味噌汁、オイル半味噌汁。福田さん、味噌汁よ。お後焼き2つです。八木沼君、味噌汁4枚いってるよ。
なような気がする。ご飯お願いします。はい、お願いします。吉田さん、はい、味噌汁よ。はい、了解です。すみません、焼き肉3枚のご飯もらっていいですか。はい、OK です。大盛り含めて3。はい、了解です。多いので、はい。今日は2回目。この焼肉のタレって甘辛いくてすごいご飯が進んじゃうんですよ。米も美味しいし、私は大好きです。1回食べるとちょっと忘れた頃にまた食べたくなる。お店は何で知ったんですか？孤独のグルメ、松重さんすごい好きで、前から私噂は聞いてたんですけど、ここの変な交差点とか変なんですけども、ちょっと行っちゃうと分かりづらいとかって言われて、たまに食べたくなっちゃうのね。繁盛の一番の理由ってどういうところだと思われますか？料理が出てくるのも早いで、あとスタッフの人の人柄もいいし、やっぱ味もいいし、ご飯も結構盛りなんだけど女性も結構ペロリといけちゃうっていうようなところと、やっぱり一番はタレだよね。福島県も美味しいお店いっぱいあるんですよ。でもその中でも私はよく推しますね。これからも長く愛され続けるように頑張ってほしいなと思いますね。このタレが本当に美味しいと言って、これが命ですね。これが一番の特性ですね。うちの面白いのは、うち正月3日からやるんですよ。3日お昼だけなんですけど、3時ぐらいまでなんですけど、お仕事をされる方って4日じゃないですか。で1回3日水曜日にあたって3日休んだんですよ。そしたら電話かかってきて、俺はお前のところで焼肉を食って東京に帰るのが3日だったんだ、なんで休むんだとか言われて、いやいや3日水曜日だから休んだんです、いいから3日でやれよとか言って、来年はやってくれよなんていう、そういうお客さんいるぐらい。それだけやっぱり病みつきになる味っていうことなんですね。よく考えたなと思いますね。この分量、この配合法、これは知ってる方が知ってるので、ただそれを入れるだけだからいいんですけど、いろんなもの入れるんですけど、それをよくその分量を考えたなと思って。そうですよね。
一番はうちお菓子屋じゃないですか。でお菓子っつうのはあんこつくんですよね。なのでそういう機械があるっつうのが一番のポイントかもしれない。手で混ぜるんじゃなくて機械でこう混ぜてるので、それが一番のポイントかもしれないです。本当の私料理人っていうのは何にもないとこから無から有を生み出して単価設定をするのが料理人だと思ってるので、私は料理人でもなんでもだから私はただそれを忠実にやってるだけなんで。作ってる姿が本当にかっこよかったです。いやいや作ってる姿は正直私テレビとか YouTube 見ながら勉強したんですそうですか。うちの兄貴に教えてもらったりしてもなかなか分かんなくてしょうがなくて YouTube 見てこういうふうにやるのかって真似て、よければ真似すらいしダメだったらやめりゃいいだけなので、結構そういうので真似してやってるんで。吉田さん、カツのお願いしとく。はい、お願いします。はい、了解です。トマト焼き2つです。見ました。ちょっと。はい。
かつ丼。大学でも知ってた。ちょっといいかい。今使うからってわざわざ。あ、本当。頼まなかった。ごめんごめん。ごめん、ありがとうございまやってる時邪魔だから。した。少ししかなかった。大盛りで。お参りで700円になります。すみません、300円のお菓子です。で、この袋をお使いください。三大線になります。すいません。映らなければ大丈夫ですか。ありがとうございます。大盛りがすごすぎて顔なしであれば。ありがとうございます。よくあるやつ。すごいですね。すごいな、やっぱ。すごいですね、これは。こちら大盛りになります。すいません。並べたらどうですか。これ波。使われてるというするとね。どういうことだ。これが波で、これが大盛り。そうです。そういうふうに作る。なるほど。普通でそれ。こちら、これがホイル焼き。これホイル焼きです。マジでうまそう。これ。あれ、なんか、あっちの海の方に行ってるなって話聞いたんだけど。してたんだけど、コロナだったりなんだり。ああ、それでね。すいません、焼肉のご飯ください。焼肉食べたら今度。
やっぱり焼肉定食がもう一番多いですね。今日は半分ぐらいで焼肉かもしれないですね。どうしてこちらのお店はお客さんに選ばれてると思いますか？それですかね。一番ではなくてうちの兄のポリシーだったと思うんですけど、ともかく出来合いのものは使いたくない、言葉は悪いですけどチンはダメだよっていうのが考えだったんですね。なので冷凍のものを使ってないとは言わないですけども、9割5分ぐらいは自分のところで作ってるっていうのがあんまり売りにはしないんですけど、そういうのが一つなのかな。あとは一番は値段とボリュームと味のバランスですよ。例えばうちで焼肉定食で1100円なんですけども、これは1100円だから受けるんであって、2000円だったら高いと思うと思うんですよ。でも1100円だからお得感があるので、そのバランスがお客さんの考えてるバランスより上回ってるからお客さんが来てるのかな。お客さんが持ってるバランスより下回ったらもうお客さんが来なくなるわけですから、俺はそう思ってます。だからやっぱりうち材料費やっぱ高いですよ全体の支払いに本当は手を加えて工夫して1000円で出してるものをいろいろ工夫して1500円で出すっていうお店が一番本当はいい店がすごい店なんです。うちは素材をあまり殺さないでそのまま出してるから誰でもできるっていう店だと思うんです、基本的にはね。だからそういう工夫が少ないから。でもそういう工夫をして付加価値をつけてやらないとお店っていうのは本当は成り立たないのかなと思うこともあるんですね。だからその付加価値をつけるやり方が分かんないだけで、10人が10人満足するとは限らないですけども、やっぱり来たお客さんがやっぱり10分20分並んだ甲斐があったよねと思ってもらえなかったらどうしようもないじゃないですか。本当に申し訳ないじゃないですか、お客さんにうちは並んで食べるような店じゃないと思ってるので、だから並んで食べていてくれるお客さんには本当感謝しかないですよ。本当に今後どういうふうにしていきたいとか考えてらっしゃることですか？特別ないんですよ。味を落とさないでボリュームを落とさないで品質を保って価格もできるだけ抑えてっていう風に続けていければ特別発展したいとかそういうのはないです。自分の体の続く限りはなんとかやりたいなとは思ってるんですけど。すいません。わざわざありがとうございます。